こんにちは、ミッキーです。今回は2026年春新店舗特集東京カフェ&グルメ8選です。2026年もあっという間に5月半ば、少しずつ初夏の陽気を感じる季節になりました。今年も東京には魅力あふれる新しいカフェ、そしてグルメスポットが続々とオープンしています。最新情報をお届けすべく日々お店を巡っていますけれども、オープン間もないフレッシュさがありながらすでに洗練された空間が完成しているお店ばかりです。人気が爆発する前だからこそ、今の時期だけゆったりと楽しめる特別な空気感があります。ぜひ参考にしつつ、この春の訪問先としてチェックしてほしいです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、2026年3月にオープンしたばかりのコーヒーとスコーンが楽しめるお店、フェブスコーヒー&スコーン東京。東京駅直結で気軽に立ち寄れるカフェです。場所は東京駅直結のグランルーフ2階。駅から徒歩1分ほどでアクセスできまして、移動の合間にも立ち寄りやすいです。フェブスさんは過去に浅草編の動画でいくつかご紹介していまして、特に浅草で人気のある店舗、よかったらそちらの雰囲気も過去の動画から確認していただければと思います。店名のフェブスは2月を意味、寒さの中にも春の気配を感じる季節をイメージして名付けられているとのことです。店内はコンパクトな作りでテイクアウト利用の方も多い印象。駅直結という立地から朝の時間帯から多くの人が立ち寄る様子が見られました。今回はそんな朝の時間にいただけますモーニングセットを注文。この後ご紹介しますスコーンセットをいただいているんですけれども、他にもサンドセットというものだったりとかエッグポテトセットもありますので、気になる方は実際に訪問していただいてそちらも注文してみてほしいです。さて、こちらが今回いただきましたモーニング B スコーンセット。加えて季節のスコーンを追加でいただいています。まずセットでいただきましたプレーンスコーンは表面がさっくりとした焼き上がりでビスケットのような軽やかな食感。セットでついてきますクロテッドクリームはミルキーで滑らかな口どけでした。セットでいただきましたカフェラテに関しましては、コクがありながら苦味や酸味が強すぎず、すっきりとした飲み口。スコーンといえば紅茶のイメージが強いですけれども、こちらのカフェラテもスコーンと合わせやすく、朝の時間帯にも飲みやすい一杯でした。そんなコーヒーとの組み合わせが楽しめるのも店名にありますフェブスコーヒー&スコーンの魅力の一つかなと思います。こんな感じで先ほどご紹介しましたクロテッドクリームをつけつつスコーンをいただくんですけども、見た目ほど重さを感じず、スコーンと合わせても食べ進めやすいようなバランスでした。さらにシロップもかけることで甘みとコクが加わり、味の変化も楽しめます。そんな感じでバターの風味と甘さが重なり、じんわり広がる味わいが印象的でした。もう一つ注文しましたのは季節の桜スコーン。生地からほんのりと桜の香りを感じられるような、そんな一品になっています。桜の葉が練り込んでありまして、まるで桜餅を食べているかのような味わい。外側のアイシングの甘さと桜の葉の塩気が相性抜群で、パクパクと食べ進めたくなるような仕上がりでした。軽やかな食感はそのままに、春らしい風味を取り上げた仕上がりで季節感を感じられるスコーンになっていました。続いては丸の内エリアに2026年3月にオープンしたばかりのインパーフェクト丸の内ロースタリー。あなたの美味しいを誰かの嬉しいにを掲げ、社会課題の解決に取り組むブランドインパーフェクトが運営しています。二重橋前駅から徒歩1分ほどの場所にあり、焙煎したてのコーヒーや軽食を楽しめる店舗として日常の中で立ち寄りやすいような一軒です。そんなインパーフェクトでは、コーヒーを軸としながら食事や空間を通じて新しい価値を提案しています。店内にはアメリカの焙煎機メーカーベルウェザーコーヒーの無塩型小型焙煎機を設置。サステナブルな原料調達にもこだわりながら、焙煎したてのコーヒーをその場で抽出、ハンドドリップやエスプレッソドリンクとして提供しています。
コーヒー本来の風味をより身近に感じられる点も特徴の一つです。丸の内の街並みに溶け込むような上質な外観で、店内は開放感のある空間が広がっています。この後2階もご紹介しますけれども、インテリアには自然を感じさせるような要素も取り入れ、ゆったりと過ごせるような雰囲気が広がっています。時間帯によっては落ち着いて利用できまして、この日も平日の夕方ぐらいに訪問してるんですけども、こんなゆったりとした空間が展開されていました。さて、フードメニューに関しましては、コーヒーに合う軽食を中心に展開。グラノーラやオープンサンドなど、朝食や軽めのランチに適したラインナップが揃っています。営業時間としましては、平日はなんと朝7時から、土日祝日は11時からになっているんですけども、平日でも土日祝日でも7時まで営業していますので、比較的幅広いシーンで利用できるかなと思います。さて、こちらが先ほどご紹介しました2階のカフェスペースの様子。長めのソファー席が用意されていますので、結構ゆったりとくつろぐこともできます。また、中央のテーブルでは作業もしやすいような環境が広がっていましたので、丸の内周辺でちょっとした作業をしたい方にもおすすめです。なお、Wi-Fi に関しましては、店員さんに聞いたところ、店内の Wi-Fi も使えるんですけども、あまり速さが安定していないとのことだったので、ご自身でネットワーク環境を準備していただくのが良さそうです。さて、改めて店名のインパーフェクトについて。コンセプトとしましては、世界の食と脳を取り巻く様々な社会課題を世界の不完全、つまりインパーフェクトの一つと捉えまして、たとえ不完全なインパーフェクトでも自分たちにできることから取り組み、世界と社会を少しでも良くしていこうという思いのもと、お客さんと共に社会課題の解決を目指している、そんな店舗でございます。2階のスペースでもそういった取り組みのご紹介を映像で行われたりもしていましたので、もし時間があればそちらを眺めてみるのもいいかもしれません。そんなインパーフェクトさんで今回注文しましたのは、本日のオープンサンドでありますサーモンクリームチーズと抹茶ラテのホット、こちらはトールサイズ、そしてカルダモンロールをいただいています。抹茶ラテに関しましては、抹茶のほろ苦さとミルクのまろやかさが調和した一杯。甘すぎず、すっきりとした飲み口でフードとのバランスも良く、全体を心地よくまとめてくれていました。手前はオープンサンド。こんがりと焼き上げられましたパンに具材がたっぷりと乗せられた一皿。パンはふんわりとした口当たりで小麦の風味が優しく広がります。サーモンとクリームチーズの組み合わせはバランスが良く、程よいコクとさっぱりとした後味が印象的です。彩りのある具材が重なり、見た目にも華やかな仕上がり、軽やかな味わいでありながら、ボリューミーで大満足の一品でした。もう一つはカルダモンロール。一口食べるとスパイスの香りがふわりと広がるようなカルダモンロール。軽食としてもおやつとしても取り入れやすく、スパイス好きの方にぜひお勧めしたいような癖になる一品でした。続いては、浅草花屋敷通りに誕生した話題の抹茶スタンド、抹茶門。Into a Peaceful World をコンセプトに掲げまして、日本の伝統文化である抹茶を現代的な感性でアップデートした新しいスタイルの抹茶カフェです。抹茶門は現代の暮らしの中で抹茶を通じて心を整える者たちのためのブランド。飲む人も立てる人も肩書きや国籍、立場に関係なく全ての人が抹茶門として茶を通じて心を整える世界へという思想が込められています。忙しさや情報に追われストレスを抱えやすい現代社会、そんな日常の中で茶のように受け継がれてきた静かなる心を日常的に持てる存在でありたい、その願いがブランド名の由来にもなっています。ご覧のように抹茶門ブランドの茶葉だったりとかフィナンシェの販売もされていますので、お土産にもおすすめな場所になっています。ぜひ浅草訪問時にお土産を探せる方はこちらで購入するのもいいかもしれません。そんな抹茶門が大切にしていますのは、一杯の抹茶で心と体を整える時間。単なるカフェではなくて抹茶を通じたインターウェルネス体験を提供する場として設計されています。そんな抹茶門で今回は抹茶の自天茶というメニューを注文しています。名前の通り自分でお茶を立てる本格的な抹茶体験。お湯を注ぎゆっくりと立てる時間そのものが贅沢で、自然と気持ちが落ち着いていきます。出来たての抹茶は香りが段違いで、苦味の奥にしっかりとした旨味が広がる本格派の一杯でした。
自分で立てることで抹茶と向き合う時間を体験できる、そんな一品になっています。もう一つはストロベリーピスタチオ大福。この日はオープン当初ということもありまして、大福職人の方に一つずつ手包みで作っていただくことができました。そして出来上がった大福はご自身の手でこんな形で糸で切っていただいて具材を確認。柔らかいお餅の中に甘酸っぱいイチゴと濃厚なピスタチオあん、抹茶のほろ苦さと合わさることで甘さに奥行きが生まれていきました。ビジュアルも可愛く、写真映えも抜群。大福に関しましては、現在は木、金、土、日に1日5枠になっていますので、気になる方はお店に直接優先予約していただくことで、確実に大福を楽しんでみてほしいです。さて、こちらはお店の方に抹茶を立てていただいている様子。少し前の映像でご紹介した私自身で立てた抹茶とは、きめ細やかさも段違い。職人の技を感じるような、そんな一杯が仕上がっていました。さて、ベッドをいただきましたのは、今作っていただいています抹茶ラテ。もう一つはマンゴー抹茶ラテ。加えて、この後ご紹介します抹茶ジェラートモナカをいただいています。こちらのお店で提供されます抹茶に関しましては、鹿児島県産の奥緑といいます高品質抹茶を使っています。鮮やかな緑色と上質な香りが特徴的で、ラテにしても風味がしっかりと残り、ミルクや甘さに負けないような存在感を発揮しています。そして先ほどの限定大福に関しましては、木金土日の数量限定でしたけれども、別途写していました抹茶ジェラートモナカに関しましては、曜日を問わずいただくことができますので、ぜひとも注文してみてほしいです。そのアイスの味わいも格別でした。続いてご紹介しますのは、1年間限定の注目スポット、メルセデス・ベンツスタジオ東京。2026年4月に表参道交差点に約1年間の期間限定でオープンするアジア初のブランド体験拠点。ここは1886年の自動車誕生から140周年を迎えるメルセデス・ベンツが展開するグローバルプロジェクトの一環として誕生した車を売らない体験特化型の空間です。早速店頭で印象的なのは、映画プラダを着た悪魔2の公開を記念して劇中でミランダが使用している車両と同じ型のメルセデスマイバッハ S クラスの特別展示の様子。私自身もプラダを着た悪魔とても注目していまして、今回2が公開されますけども、1も大好きな作品です。予告編を見た感じ、2はパリではなくてミラノを舞台にしている様子だったので、過去にミラノに実際に訪問していたということも踏まえるととても楽しみです。ただ、そんなプラダを着た悪魔2も一つの要素。メインと言いますのはメルセデス・ベンツ、そしてこの後ご紹介しますアイムドーナツです。また、店頭でもう一つ印象的なのはこちら、メルセデスの起源でもあります世界初の三輪自動車ベンツパテントモトールバーゲンのレプリカ展示。タイミング次第ではエンジン始動デモもあるとのことなので、車好きのみならず様々なファンが集えるような、まさに表参道を象徴するスポットになりそうです。そして店舗の裏側にはファッションブランド Y3 とメルセデス、AMG、ペトロナス、F1 チームがコラボレーションしたスタイリッシュな特別なラッピングカーも展示されていまして、空間を華やかに彩っています。さて、ここからは店内の様子をご紹介していきます。店内に入りますと、メルセデス・ベンツのグッズも様々目白押し。グッズ自体も楽しめるような、そんな空間になっています。また、グッズの一定金額以上の商品購入や、先ほど展示されていました最新モデルの試乗を体験することで、記念になりますオリジナルラゲッジタグも手に入るとのこと。ぜひ、ホームページ等から詳細確認しつつ、そちらも記念にいただいてみてほしいです。今回プレオープンのタイミングで訪れていますので、まだ店舗全体は完成前だったんですけども、この後カフェ用のスペースとしまして30から35席程度の座席も順次搬入予定とのことなので、後でご紹介しますアイムドーナツなどをはじめとしたフード類もゆっくりと楽しめます。そしてこちらがオリジナルラゲッジタグの制作の様子。メルセデスファンの方はぜひともこちらも入手してみてほしいです。こんな感じで裏面ではあなたのイニシャルネームの刻印もしていただけるとのことでした。さて、お待ちかね。私が一番推したいのはカフェとしての魅力。アマムダコタンで有名なオーナーシェフ、平子さんが手掛ける大人気5ブランド、アイムドーナツ、アマムダコタン、ダコー、
スワップ、クリームオアクルーラーが史上初めて一斉に集結する夢のような空間となっています。過去にアイムドーナツやダコー、スワップは動画でご紹介してるんですけども、クリームオアクルーラーとかアマムダコタンはまだ体験してなかったので、とても気になっています。またグランドオープンの後には私も別途訪問したいと思っていますので、ぜひ皆さんも実際に足を運んでいただいて、そのスイーツの魅力に触れてみてほしいです。続いてご紹介しますのは、2026年2月、渋谷道玄坂通りにオープンしたヨーグルトアイス専門店、よぎよぎ渋谷道玄坂通り店。主に居酒屋業態を中心に全国で約70店舗の飲食店を展開する MS グループが新業態としてオープンしたヨーグルトアイス専門店です。そんなよぎよぎは世界中で親しまれていますヨーグルトを使用したフレッシュヨーグルトアイスの専門店。滑らかな口どけが特徴的で、トッピングは約50種類用意。鉄製の銀のスタイリッシュなトレイにお好みの分だけ乗せていただいて、ヨーグルトアイスを完成させる、そんな体験も含めて楽しんでいただけるような店舗になっています。フルーツなどを自由に組み合わせるスタイルで、トレイには6つのスペースがあります。その6つのスペースに1種類ずつ埋めていただいて、最後にヨーグルトとして完成させるのがこちらの店のスタイル。トッピングも種類ごとに値段が変わってくるんですけども、1つのトッピングが約200円程度。高いものは500円になるんですけども、基本となるフレッシュヨーグルトアイスが550円。そこに6つのトッピング 2×6 を注文いただくので、2000円弱ぐらいでいただくような、そんなスタイルになるかなと思います。もちろんお値段が気になる場合には、トッピングを少し減らしていただいて注文するのもいいかもしれません。そんなグリークヨーグルト、実は韓国ではグリークヨーグルト専門店が増加。高タンパク商品としての位置づけが広まり、SNS を通じて拡散されています。日本でも2023年以降、グリークヨーグルト専門店の出店が増え、百貨店や商業施設への出店事例も確認されています。さらにご覧のようなセルフ形式の量り売りスタイルは、2010年代にフローズンヨーグルト専門店の展開まで広まりました。自分でトッピングを選ぶ形式はカスタマイズ需要の拡大とともに定着。今ではマーラータンもそんなカスタマイズ形式で提供されていて人気なのかなと思います。食品業界全体では高タンパク、低脂質、発酵食品といったキーワードが商品開発の軸となっていまして、そんな背景も踏まえてフローズンヨーグルトは今後も注目を集めるかなと思います。さて、こちらが今回いただきましたフレッシュヨーグルトアイスのトッピング。6つのトッピングをふんだんに持っていただきますと、この器からはみ出るほどたくさん入れていただくことができます。ぜひスーパーの袋詰め放題のごとくたくさん詰めていただいて、存分にその味わいに触れてみてほしいです。また先ほどちらっと映してたんですけども、トッピングにはソースも選ぶことができます。そんなソースと味付けを借りつつ、この今後人気が出るであろうグリークヨーグルトご堪能ください。続いてご紹介しますのは、吉祥寺東急百貨店の脇道に誕生しましたエイミーズベークショップ。2026年1月に誕生したばかりのこちらの店舗は、登場してまだ時間が経ってないんですけども、すでに行列ができるような注目店です。アメリカンベーキングの素朴で力強い味わいと、フランス菓子の繊細な技術を融合した焼き菓子カフェ。店主の吉野さんは、会社員時代に建築に惚れてたびたび訪れたニューヨークで現地のベイクに魅力を感じ、2010年に西荻窪にお店をオープン。アメリカンベーキングとフランス菓子の両方の良さを独自に融合したレシピと製法で、日本でも美味しく食べられるような焼き菓子を提供しています。15年間西荻窪で人気を博した味を引き継ぎながら、移転先の吉祥寺でも腕を振るっています。西荻窪の店舗では月曜日と火曜日が定休日だったんですけども、吉祥寺への移転で定休日は月曜日のみに、より多くの時間でこのエイミーズベークショップさんの焼き菓子を楽しめるようになりました。ここからは少しだけラインナップをご紹介。後で映すんですけども、店舗ではおしゃれなイラストに描かれた紙のメニューもいただけるんですけども、その数なんと43種類。ご覧のように、いざ訪問しても種類が多くて迷ってしまうと思いますし、今撮影しているように列に並びながらメニューを選んでいただくような、そんなスタイルになっていますので、いざ注文しようと思っても通り過ぎてしまっていることも多いと思います。ぜひ予習があったらいくつかご紹介できればと思っています。そんな中で先ほどちらっと触れました
紙のメニューでは星がついているメニューがおすすめとのこと。ここからは5つラインナップしますので、よかったらメモを取ってください。1つ目はオールドファッションフルーツケーキ。2つ目はマロンケーキ。3つ目はマフィンのブルーチーズ&ピッグ&ソルト。4つ目はアメリカンクラシッククッキー。5つ目はクランブルクッキーのジンジャー&ダーグです。日によっては売り切れになってしまう可能性もありますけれども、見つけたらまず購入していただければと思います。また、吉祥寺店ではキャパシティのあるカフェ空間も魅力。今映していましたレンガ調の空間が2階席。シンプルなニューヨークのカフェらしさを感じるような3階席と分かれています。吉祥寺の街並みを眺めながら至福のカフェタイムも楽しめますので、ぜひイートインでもいただいてみてほしいです。こちらが先ほどご紹介した紙のメニュー。イラストもとても素敵なので、これ自体家にも飾っていただけるような、そんなデザインになっていました。また、イートインでいただけますドリンクに関しても、コーヒーが焼き菓子に合うような中深入りの印象になっていました。ぜひコーヒー好きな方はそちらも注文してみてほしいです。そんなエイミーズベイクショップさんで、今回はエイミーズブレンドとエイミーズラテ、そして焼き菓子としましてはマフィンのベリー&ベリー、パウンドケーキとしてはカプチーノ&クリームチーズ、もう一つはレモンポピーシードをいただいています。爽やかなレモンの香りが印象的で、ポピーシードのプチプチとした食感とレモンの清涼感が抜群でした。もう一つのカプチーノ&クリームチーズもコーヒーの香ばしさをしっかりと感じられるようなパウンドケーキ。手前に映していますマフィンはベリー&ベリー。ベリーがゴロゴロと入ったマフィンで、フルーティーな酸味とほのかな甘みが絶妙。外はしっかり、中はふんわりとした食感で、華やかな香りが口いっぱいに広がっていきます。どれもこれまで味わったことがないような絶品になっていましたので、ぜひこの機会にご堪能ください。続いてご紹介しますのは、西新宿5丁目の駅の近くにありますバンビコーヒー西新宿店。こちらは2026年1月5日にオープンしたばかりの大人気店。ふわふわ食感のパンケーキとコーヒーを楽しめる、そんなお店です。実はこちらの店、新大久保で大人気の韓国カフェの第2号店。都心にありながら穏やかな空気が流れ、カフェタイムにぴったりの一軒です。新宿中央公園から近く、オフィス街と住宅街が混在する比較的落ち着いたエリアにあり、少し雰囲気が違った新宿らしさをいい意味で感じないような一軒です。オープンしたばかりでありますけれども、週末の夕方は待つことも多く、この日も20分待ち。ただ、外には待機用のベンチも設けられていまして、天気が良ければ待ち時間も苦になりません。また、今回夜まで滞在していたんですけれども、夜の時間帯はより入りやすく、夜カフェとして利用しやすいのも魅力です。店内はヴィンテージやアンティークのインテリア、小物が随所に取り入れられた落ち着いた空間、木のぬくもりを感じる内装に柔らかな照明が重なり、程よく大人っぽい雰囲気が漂っています。またご覧のように席の間隔にもゆとりがありまして、お一人様でも友人同士やカップルでも過ごしやすい設計になっています。そんな空間だからこそ料理を待つ時間もゆったりと過ごすことができます。また店内の至るところに大空間がありますので、注文していただいてメニューが運ばれた後にはそんな背景も工夫しながら写真に収めていただくといい思い出になるかもしれません。さて、そんなバンビコーヒーさん、魅力はやはりスフレパンケーキ。この日は季節限定メニューをいただいているんですけども、また季節ごとでメニューも変わってきますので、ぜひ公式のインスタグラムを確認しながら気になるものがあれば訪問してみてほしいです。なお、この日に訪問した際には、いちごのスフレパンケーキ、もう一つはピスタチオのスフレパンケーキが提供されていました。厚みのあるスフレパンケーキはふわっと軽く、フォークを入れるとスッと沈むほど柔らかな焼き上がりになっています。またドリンクメニューも非常に豊富になっていますので、気になるものから注文してみてほしいです。そんな数々のメニューから、この日はクッキーラテとピスタチオスフレを注文。まずはクッキーラテ。砕いたクッキーがトッピングされた見た目も楽しい一杯。一口目からしっかりと甘さを感じる、まるでデザートのような満足感のある味わいです。コクのあるエスプレッソがベースにあるので、甘いだけで終わらず、コーヒーらしいビター感もしっかりと感じることができました。そしてもう一つはピスタチオスフレ。テーブルに届いた瞬間に思わず写真を撮りたくなるような、そんなビジュアル。生地は口に入れますと空気を含んだようにシュワッとほどけていき、自家製のピスタチオクリームチーズのコクが口いっぱいに広がります。まろやかさの中にナッツの香ばしさが重なり、
さらにピスタチオアイスと刻みピスタチオが食感のアクセントになっています。甘さは控えめで最後まで軽やかに食べ進められる仕上がり。サイズ感も程よいので食後やおやつにもちょうどいいボリューム感になっています。そんなパンケーキとコーヒーを楽しみながら気取らず過ごせるバンビコーヒー、ぜひご訪問ください。続いてご紹介しますのは池袋から文山坊。吉祥寺の人気店の系列として誕生したこちらは中華交際をテーマに掲げ、ミシュラン・ビブグルマン出身シェフが手掛ける本格中華が楽しめる一軒。各地方の伝統的な中華技法をベースにしながら和や洋のエッセンスも融合させた温故知新な料理が魅力。ご覧のように店内は木のぬくもりを感じるモダン空間でカジュアルながらも上質な雰囲気が広がります。なのでデートや女子会はもちろん、ゆったりと食事したい日にもぴったりです。席の数は全部で52席。とは言っても結構人気店なので予約することをお勧めしています。営業時間はランチの時間帯と夜の時間帯に分かれていまして、ランチタイムは11時半から15時まで、ディナータイムは17時半から22時半までです。こちら文山坊の経営線としましていち早くオープンしています吉祥寺のシネシスに関しましても過去の動画でご紹介していますので、よかったらそちらも確認していただければと思います。今回はアラカルトメニューとして一つ一つ注文してるんですけども、人気ナンバーワン飲み放題込みで5500円のコースですとか6600円のコース、ちょっと贅沢した日には7700円のコースもありますので、食べログ等の予約サイトから確認していただきつつ、予約の際にはそちらもご活用いただければと思います。さて、ここからは文山坊さんでいただいた数々のメニューをご紹介していきます。まずはドラゴンハイボール、そして特製ジャスミン茶で乾杯。紹興酒を使ったドラゴンハイボールは紹興酒の味わいと炭酸が効いた夏にもおすすめな一杯。ぜひお試しください。そしてディナーチャージに関しましてはこちらのピクルスをいただくことができます。テーブルに一つ一つ配置されまして、たくさん入っていますので、ぜひお酒と一緒にいただきつつ、その酸っぱさと病みつきになる味わいを楽しんでみてほしいです。さて、ここから一つ一つご紹介。まずいただきましたのは、お店の看板メニューと思います前菜の盛り合わせ。彩り豊かな前菜が少しずつ楽しめるような贅沢な一皿。一品ごとに味付けや食感が異なり、最初の一口からワクワク感を高めてくれます。中華らしい香りや酸味、コクがバランスよく、食欲を一気に引き出してくれるようなスターターです。特に名物のよだれ鶏に関しましては、この後の小籠包でも使えるようなタレがおすすめになっていますので、ぜひとも注文いただきたいです。さて、こちらは文山坊という名前にもふさわしいような手包み小籠包。注文ごとに丁寧に包まれます小籠包は、皮はもっちり、中からは旨味たっぷりのスープがじゅわっと溢れる王道の美味しさ。やけど注意レベルの熱々でシンプルながら完成度の高さを感じるような一品です。黒酢もしくは前菜のよだれ鶏のタレにつけて食べるのがおすすめになっています。続いてこちらはポルチーニとチーズの春巻き。中華に洋の要素を掛け合わせた一品。香り高いポルチーニと濃厚なチーズがとろけ合い、サクサクの皮とのコントラストが絶妙でした。続いてはエビのマヨネーズソース。プリップリのエビにコクのあるマヨソースが絡む定番の人気メニュー。重すぎない軽やかな仕上がりでした。続いては黒酢酢豚。外はカリッと、中は驚くほど柔らかい豚肉が主役。数種類の黒酢をブレンドした特製ソースはコク深くまろやかで酸味の角が取れたような上品な味わいになっています。こちらは2杯目にいただきました文山坊茶、そしてグランベリージュース。後でもご紹介しますけれども、紅茶のラインナップが充実しているのもこのお店の魅力の一つです。続いては麻婆豆腐。しっかりとした辛さとしびれが特徴の本格派。山椒の香りがふわっと広がり、濃厚な甘みとスパイスの刺激が癖になるような味わいでした。そして締めはよだれ牛肉ご飯。しっとり柔らかな牛肉に自家製ラー油の辛みと香り、卵黄のコクが絡む贅沢ご飯。ピリ辛×濃厚の組み合わせで
最後まで一気に食べきってしまうような中毒性がある一品になっています。そしてデザートを注文する際にいただきましたのは、文山紅茶のホット。この中華の魅力が詰まったようなポットで提供いただけるんですけども、この蓋を開けていただくとティーバッグが入っています。また、このティーバッグが入った器に関しましては分離されていますので、この器を蓋に取り上げることで紅茶が完成。その体験も一つの魅力です。デザートは山椒チーズケーキ。締めにぴったりな個性派デザート。濃厚で滑らかなチーズケーキにほんのり効いた山椒の爽やかなしびれがアクセント。甘さの中にスパイスを感じるような大人な味わいでした。ぜひ気になるメニューからご注文ください。さて、ここからはアフタートーク。新店舗や新施設、あなたはどのタイミングで訪問したいというテーマです。今回ご紹介しました新店舗だったりとか、定期的にご紹介している新施設に関しましては、やはりオープン直後はとても賑わいます。一方で、オープン直後だからこそ、その熱気もあったりとか、店員さん含めて一生懸命な感じが個人的には結構好きです。また、オープン直後だからこそ受けられる特典もあったりとか、インフルエンサーとしましては、いち早くその情報をお届けすることにも価値があるかなと思って訪問しています。ただ、一方で、オープン直後から3ヶ月だったりとか、半年経つとメニューがガラッと変わってしまったりとか、オペレーション面に関しては、オープン直後は結構口コミとしてもネガティブなコメントが目立ちます。だからこそ、その店舗の本当の魅力を感じることができるのは、オープンしてから半年後なのかもしれません。そんな様々な要素があります新店舗や新施設、皆さんはどのタイミングで訪問したいですか？ぜひその基準だったりとか、皆さんがここは押さえておきたいといったポイントがありましたら、コメント欄の方で教えてほしいです。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、インスタグラムでは最新の情報をお届けしていますので、よかったらそちらのフォローもお願いします。また、本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。